はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はラブメッセージということで、恋愛や人間関係に特化した内容でお届けしたいと思います。今特に気になってらっしゃる方がいるとか、パートナーがいる方はその方のことを思い浮かべて聞いてみてください。2人の関係性というのを見させていただきます。そしてその後ですね、これから新たな出会いを求めてるよっていう方にも出会いがあるかどうかを見てみます。これは5月の末までの出会い運として見させていただきますね。よろしくお願いします。もちろんいろんなねパートナーさんっていうのはそれぞれの関係性において全然違うと思うので、当てはまらないことも多いかと思うんですけれども、何かヒントになる部分だけピックアップしていただければいいので、もし全然違うわという方はスルーしておいてください。で、この内容に縛られる必要も全くありませんのでね、ご自身の好きなようにしてくださいね。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。まずどなたかとの関係性ですね。ちょっとこれに関しては無言にならしてください。なるほど。なるほど。今どなたのね関係性を思い浮かべてるのかなっていう感じがしますが、そもそもこの関係性っていうのは非常に強い結びつきがあったっていう感じがします。もう最初から惹かれ合っていたとか、お互いのいいところが非常に科学的に反応して関わり合っていたとか、強い結びつきですね。これは出会うべくして出会ったんだろうなっていう感じがすごくします。でだけれどもその水面下ではなんとなくこの関係性っていうのがもう次の段階に行こうとしてるっていう感じがあり、一旦その前のような関係性っていうのはちょっと壊すというか、何かちょっと状況なり環境なりっていうのが変わって新たなステージに進んでいくのかなっていう感じのニュアンスがあります。雰囲気的にもともとはいい関係ですけどね。そして例えばの話ですけど、学生時代にすごく仲良くしてね、ずっと毎日のように会っていた。でもお互いが社会人になったら毎日のように会えないとかね。でそれって当たり前のことじゃないですか。だけどなんとなく環境や状況が違うことによってそれぞれの関わる頻度や関係性っていうのが変わってきているなっていう感じでも逆を言うと、環境が変わったり立場が変わったとしてもやっぱり会う人は会うわけだから、何かの関係でまたタイミングが合えば仲良くするんだろうなっていう感じはすごくします。でお羊座の皆さんも非常にその相手との関係性、心地よさっていうのを感じてますし、今のところその相手の方っていうのももっとやっぱりお羊さんのことが好きだからもっと関わっていきたいとか、やっぱり元気をもらえるとか、ポジティブなエネルギーが強いのか、一緒にいるとポジティブになれるからやっぱり関わっていきたいみたいな感じで、もう相手はもう愛情いっぱいですね。また縁があればいつでも会おうよみたいな感じもあるし、非常に心が満たされる。変な欲望とか策略とかそういうんじゃなくって、本当にお羊座さんが持ってるピュアな感覚とか、お羊座さんのその皆さんの何か真意の部分っていうのかな、その人らしさっていうところに非常に惹かれていて、そこと関わることが非常に心地いいと。とにかく心地いい。だから会うといつも元気になったり、心が晴れやかになったり、落ち着いたり安心したりみたいな、いろんな統合された感情になって非常にいいですよって言われてるんですね。でお羊座の皆さんも相手のこともちろん好きなんだけど、いいんですけど、ちょっと今違う方向に向いてるのかなって感じがしますね。これは今のお羊座さんにとって一番大事なものに焦点を当てているから、この人だけにエネルギーを注げないっていう感じがします。なのでなんとなく感情的には前はもっと好きとかもっと気になるとかいう感情があったのかもしれませんが、今はちょっとそれていってるなって感じがしますね。でもそれって悪いことじゃなくて、それぞれが成長したりそれぞれの時間の経過とともに変わっていってる現実なので、でもやっぱり相手は非常に仲良くしたいというか、焦ってもないし、またいつでも仲良くできるねみたいな感じがありますね。そしてね、なんとなく思うんですけど、今お羊座の皆さんが求めてることっていうのは柔らかさ
っていう感じがするんです。柔らかいエネルギー。ちょっと今日たまたまねバラをね用意してみたんですよ。ラブメッセージだからと思って。でもやっぱりバラを飾るとすごく柔らかいエネルギーになるなっていう風に感じてて、そんな感じで優しさとか愛情とか思いやりのある言葉かけとか、なんかそういうものをたくさん受けてほしいなって感じがします。なんか今は叱咤激励してはい走れって言って走る時じゃなくて、なんか優しくしてもらったり愛情のある言葉をかけてもらったりっていうのがすごく必要な時だなって感じがします。なのでそういうふうにできる関係であれば全然甘えていいと思いますよ。ただなんとなく思うのはやはりボトムにタワーがあったりとかするので、何かがやっぱ関係性っていうのは深いところで変わろうとしてるんだな、次のステージに行こうとしてるんだなっていう感じ。でもそれはお互いにとっては非常にいい流れの傾向みたいですよ。そんな感じですね。ちょっともうちょっとだけ見てみましょうか。ちょっと待ってね。よくいただくご質問で、相手も同じ星座だったらどうですかっていうのがあるんですけど、どっちの方に自分が傾いているのか、今自分がお羊座さんとして聞いているのか、それとも相手側もお羊座さんだとしたら相手側としてそうだそうだと思うのか、入れ替わることがあると思って聞いてみてください。両方です。可能性としてはやはりこれから先も仲良くやっていくのかなって感じはすごく出ています。このペンタクス10っていうのは一つのことだけじゃないんですよね。2人だけの世界ではなくて、それぞれが生きてる世界観っていうものを大事にしながら、それぞれの環境っていうものを大事にしながら関わっていくよっていうふうに言われているので、非常にいい関係ですね。だから全然思い悩むことないと思います。なんかもっと優しくしてくれる人を求めた方がいいんじゃないかなと思ってみたり、今自分が違う方に向いてるからそれに対して悪いなと思ってみたりすることもあるかもしれませんが、それはいいって感じですよ。それはそんなことで崩れる関係性じゃないですよねっていう感じかな。もうちょっとだけ深掘りしてみましょう。相手の感情、相手はやっぱりねもうちょっと性的な関係持ちたいなって思ってるみたいですね。それも必要なことですよね。そして、お羊座さんからしたらやはり多少なんか他のことにも目が向いてるのかなって感じがあります。これは誰か他の人っていうことだけじゃなく、やっぱり自分にとって今一番必要と、今この瞬間の優先順位がこの人じゃないっていうことですよね。でそれがもしかしたら他のなんか上司とか友達とかとの関係っていう風にも向いてるかもしれません。そんな感じかな。ちょっとパートナーがいる方にとってはちょっとここまでにしておいて、ちょっとこれから新たな出会いを求めてますっていう方の運勢見てみたいと思います。それは5月末までにしますね。5月の25日からまたね土星も入ってきて流れ変わってくると思うので、とりあえず3月の後半からね4月5月の末までにします。ちなみにですが4月の16日以降ちょっと水星もお羊座に入ったり、18日からは4月18日からは火星もね獅子座に入ったりとかして非常に恋愛運強くなるんですね。で5月1日から金星もお羊座に入るので、ものすごく火のエネルギーが強くて、お羊座さんはこのエネルギーをぐんぐん使えると思います。もう情熱にあふれるとか、なんか勢いが出てくるとかっていう感じ。これは恋愛に限らずですけど、恋愛に使おうと思っても全然使えますので、盛り上がってくるんじゃないかなって感じがします。ちょっと見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードエース逆、ペンタクスエース逆、ソード2、ペンタクスの5、カップのクイーン、ワールド逆、カップ8、はい、ペンタクス9の逆と女帝とオラクルはペンタクスの4です。求めてくださいって感じかな。求めざるもの食うべからずじゃないけど、なんかそんな感じ。稼がざるもの食うべからずか、それはなんかそんな感じで、本当に出会いを求めている方はどうぞどうぞ求めていってくださいっていう感じです。でなんだか出会いに限らずですね、今恋愛とか人間関係っていう風に言ってるんですけれども、やっぱり入り口がソードのエースで、自分のエネルギーを何か目標達成に使おうとしてるっていう感じがあるんですね。これは勉強だったり、何か
開拓していく、これは仕事かもしれないし、なんかそういうエネルギーが強いなっていう感じがします。なのでもし恋愛でそうしたければ、新しいフィールドに開拓していく、新しい場に出ていく、出会いの場を求めていくみたいな感じにしてください。そうすることで可能性は全然あります。だけど気持ちとか頭ではそうしようって思ってるんだけど、実際の行動はなかなか動きづらいみたいで、なんかそうは分かってるんだけど、もうちょっと何かの準備ができてから動こうとか、もう少し自分がこういう状態になったらそうしようみたいな感じで、なんだかこう現実を動かすエネルギーっていうのがちょっと遅いっていうか、重いって感じがするんですね。頭はすごい考えてます、いろいろね。それだけ大事な関係性っていうものを求めるからこそ、なんかちゃんと準備したいって思いがあるのかもしれないんですが、私が感じるメッセージとしては、何かの準備ができないとそうならないわけじゃなく、今のこの瞬間、今この状態でパーフェクトだと思ってやってみてくださいっていうのは、今のお羊座さんがまだまだ自分はダメなんだって思ってるかもしれないけど、例えばよくありがちなんて、もうちょっと痩せてから出会いの場に行こうとか、なんかそういうのあると思うんですけど、今の状況で言ってくださいって。なぜならば、今のお羊座の皆さんの中にある美しさだったり、価値っていうものをあなた自身が見てないんですよって感じで言われていて、だから他の人はそういう容姿とかそういうのだけじゃない何かのエッセンスを見て感じて、ああいいなこの人って感じるわけだから、自分が見てる自分像だけじゃない部分で他の人は判断してくれるわけだから、今の自分で言ってくださいって感じなんです。でそうすることによって、ここですごく感情的な豊かさっていうものを感じられるみたいです。これは本当にまさに恋する乙女みたいな感じもあり、とてもいいですよ。感情が非常に満たされる感じがあります。そしてその次がワールドでカップの8なんですけど、ここにエンプレスも出てるのでね、何かしらの豊かさがあるんだと思うんです、ご自身の中で。でもそれを経験することによって満足しちゃって、そこで、そしてなんかその次に行きますか、どうしますかって言った時に、もうそれでお腹いっぱいみたいな感じで、なんかちょっとそこで止めそうな感じがあるんですよね。別にそれはそれでいいんですよ。それで良ければ全然それでいいんですけど、なんだか一段ずつ上がっていきたいんだなって感じがあり、やっぱりオラクルがペンタクスの4なので、大事にしたいものが多すぎるっていうか、今の生活は変えたくないんですとか、今の自分の生活スタイルや何かを変えたくないんです、だけど新しい出会いも欲しいんですみたいな感じで、なので本当に自分が何を求めているのかっていうのをちゃんとオーダーしてくださいって感じで言われてます。で確かになんか嬉しい感情があるんですよね、ここに。だから嬉しい、よかったとか幸せみたいな思うからこそ、もうそれでいいみたいな感じになりそうな気がして、そこから現実を作っていく力っていうのはお羊座の皆さんにありますからねっていうふうに言われてるんです。もしくは何か別のことで一つ嬉しいことがあって、なんだか恋愛とかそういう誰かを求める気持ちっていうのがちょっと薄れてるのかもしれませんね。これはどうなのかな。ちょっともうちょっとだけ見てみようかな。マジシャンですよ。でソードのキングなので、やはり何か一つ嬉しいことがあると思うんですよね。5月、4月の特に後半から5月頭にかけて、でそのことで満足しちゃって、そっちのこと頑張ろうみたいなね、なんかそんなエネルギーがあります。でもこれは恋愛でも全然使えますから、もし出会いが欲しい方にとっては全然それは出会いとして使えますよ。でもどこか実際になんか例えば誰か現れてきてるんですけど、なんかもう幸せみたいな、嬉しいっていうだけで終わって、その人と本当に自分がなんかいい関係になれるとか、自分が夢に見ている関係性が築けるって思ってないみたいな感じもあります。もうそれはいいのみたいな。だからやっぱりね、本当に私このペンタクス4のオーダーがすごく気になるんですけど、本当に望むことをオーダーしてくださいって感じがします。よく人ってどうせ無理だしなみたいな気持ちがやっぱり心理的に働いて、一番欲しいものじゃなくて手に入りそうなものをオーダーするってあるじゃないですか。本当に欲しいものをオーダーしてくださいっていうのが今回のメッセージだなっていうふうに思いました。はい、ということで最後にもう一枚オラクルカード見てみましょうか。
だって結局ね、何か達成してるんですけど、嬉しい気持ちで、その後もういいの、満足だのって言って、なんか違う方にこうに行こうとしてるけど、もし本当に一番欲しいものを自分が手に入れてたら、そこから現実ってできてくるわけで、誰かと関わってるんですね、実際は。でもそれが要するに自分の世界観にそれは入ってこないと思い込んでるみたいな感じがあるから、ちょっと本当に欲しいものを、ね、願ってくださいね。では最後に1枚オラクルカードを引いてみます。5月末までのお羊座さんね。はい、どうですか？このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。なんか自分のために努力してくださいって感じがしますね。やっぱりここでもね、一歩ずつ進んでいくって感じが出てるんですけども、やはりご自身でその現実っていうものを作っていける、そして作っていく価値が自分にはあるっていうことを信じてほしいなって感じがします。なんかよくねあると思うんですよ。占いですごくいいこと言われたから、わあすごいんだってこう期待してたら全然良くなかったんですけどみたいなのとかってよく聞くと思うんですけどね。でもなんていうかな、その人が想定している、頭の中で想定していることがそのまんまこう現実になるわけです。だからその人がいやどうせないんですよ、絶対そんな人現れっこないんですよって思ってて、でももしあなたが、もし宇宙が本当に私にそういう人を与えてくれるなら与えてみてごらんなさいよぐらいの感じで自分は自分のこと信じないくせに宇宙が何か、宇宙とか運勢が自分を変えてくれるっていうふうに思ってると、全然そんなわけないので、自分が信じてるものが現実になるので、ですから本当にここは一つ素直になって、自分の価値っていうものを自分で認めて、見えてない自分の価値っていうのは本当に自分で認めて、本当に欲しいものをオーダーしてくださいと。そしたら手に入るよって言われてるわけですよね、ここでね。2番目じゃなくて1番目の望みをぜひ手に入れてください。ということで今回はありがとうございました。またすぐにね、通常の4月の動画アップしていきますので、楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。